やっと気づきましたね。目も鼻も口もない顔が、私の目の前でそう言いました。私は椅子ごと倒れそうになりました。なぜなら、その女は数年間、毎晩同じ喫茶店に座っていたからです。今思い出しても、あの夜のことだけは説明できません。今からお話しするのは、私が10年以上前に体験した出来事です。駅前から少し離れた裏通りにある、小さな喫茶店でした。私は仕事帰りによく立ち寄るようになりました。古い木の扉、少し色あせた看板、壁にかかった止まりかけの時計、どれも古びていましたが、不思議と居心地の良い店でした。深夜になると客は減り、店内には静かなジャズが流れます。私は窓際の席に座り、コーヒーを飲みながらその静かな時間を楽しんでいました。そして、その店には必ずいる客が一人いました。店の一番奥の席、照明の届きにくい場所に、いつも同じ女性が座っていたのです。白い帽子、白いコート、長い黒髪。私が初めてその女性を見た時も、彼女は一人で静かに座っていました。本を読んでいるようにも見える。窓の外を眺めているようにも見える。しかし奇妙なことに、どれだけ見ても何をしているのかわからないのです。顔が見えないからでした。帽子のつばが影を作り、いつも顔だけが暗闇に沈んでいるのです。最初のうちは気にもしていませんでした。常連客なのだろう。そう思っていたのです。ですが、通ううちに違和感を覚えるようになりました。私はその女性が店に入ってくる姿を見たことがありません。帰る姿も見たことがありません。ある夜、私はついに気になってマスターへ尋ねました。あの女性も常連なんですか？するとマスターは手を止めました。そして怪訝そうな顔で私を見たのです。あの女性。私は奥の席を指さしました。白い帽子の女性はいつものようにそこへ座っています。しかしマスターは首をかしげました。お客さん、誰もいませんよ。いや、いるじゃないですか。私は思わず声を荒げました。しかしマスターは困ったように笑うだけでした。お客さん、疲れているんじゃないですか。その言葉を聞いた瞬間、背筋に冷たいものが走りました。私は気になって女性のところに。すると驚くことに目の前に置かれているコーヒーカップの量は変わっておらず、湯気もない冷たいコーヒーのようで女性はただうつむくように座っています。すいませんね。つい気になったものですから。私はさりげなく女性に声をかけたつもりでしたが、女性が静かに、やっと気づきましたね。顔は真っ白で目、鼻、口がなく、私は言葉を失いました。私は恐ろしくなり会計を済ませるとそそくさと喫茶店を後にしたのです。しばらくすると仕事帰りに寄っていた喫茶店がなくなっていることに気づきました。確かにあそこに喫茶店があったかと思ったんですが、喫茶店は愚か空き地になって売れ地の看板が立っていました。周囲は閑散としてたのです。では私が見たあの女性は私が話していたマスターは、これは私が10年前に体験した出来事でした。